はいどうもシンです。本日もアークスサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、ロストコロニー新生物、ポシドン、ラクラクテイムトラップのご紹介です。12月実装予定のロストコロニー、こちらに登場する新生物、ポシドンが先行実装されました。これはロストコロニーが実装されるまでの間限定となるんですが、センター、ラグナロク、バルゲロ、3マップに登場します。現状、テイムは可能なんですが、ブリーディングなどはできないようにロックがかかっておりますので、ご注意いただければと思います。ポシドン、特殊テイムとなっておりまして、少し面倒な手順を踏む必要があるんですが、前半、この特殊テイムの内容について、続いてトラップについて、最後に極力効率を上げるためのテクニックについてご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ポシドン、後ろに見えている通り、ステータスによって体のサイズが変化する今までにない生物になっているんですが、この辺の生態や能力などについては後日徹底解説でお送りいたしますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。どうしても先に知りたいよっていう方は先日検証ライブを行っておりますので、そちらもご確認いただければと思います。では、本編どうぞ。ではまずですね、特殊テイムについてご紹介していきます。テイムを楽にする手段などについては後半ご紹介しておりますので、そちらをご確認いただければと思います。簡単に流れをご紹介していきます。麻酔矢なので気絶値を半分まで上げます。すると騎乗できるようになるので騎乗する。そして勝手に泥玉、雪玉を作り出しますので、それに自分が発した氷の柱や小さい生物などを巻き込んでいく。するとテイム効果とテイム不信コードが上がっていって、テイム不信コードが 100% に達すればテイム完了となります。ただこれはですね、なかなか言葉では分かりづらいと思いますので、実際にやっていこうかと思います。今回ライフルと強力麻酔弾でやっていくんですが、このように野生生物を見つけた場合に麻酔弾を打ち込んでいきます。気絶値を半分まで上げます。すると騎乗できるようになるので騎乗する。するとこのように雪玉を作り出しますので、あとは自分でこのように氷の柱を発生しますので、これを雪玉に巻き込んでいくというものになります。ここでテイム時に表示されるゲージについて解説していきます。まず真ん中のタイマー。これは騎乗していられる時間を表します。制限時間は2分。そして左右の氷柱、泥玉。氷柱はポシドンが騎乗中、自動で氷柱を発射しますので、これをコロコロで巻き込んでいくとカウントされます。右側の泥玉は生物を巻き込んでいくとカウントされます。それぞれ数字は右側がその1回で貯めれる最大数、左側が現在のカウントとなります。この最大数は生物のレベルによって変わってきます。下のゲージはテイム進行度とテイム効率を表します。右側がテイム効率、左側がテイム進行度となります。それぞれ氷柱、生物、巻き込んでいくと数値が上がっていきます。テイム効果に関しては最初は低い数字から始まります。氷柱、生物、各数字をマックスまで貯めた場合 100% に達します。テイム進行度は1回で 100% にするのは難しいかと思いますので、何回か繰り返して 100% まで貯まればテイム完了となります。テイム効率に関しては、騎乗解除されるたびに下がりますので、毎回上のカウントを貯めていかないと 100% でテイムするというのができなくなっております。
以上がテーム時のゲージの解説となります。あとはこのように氷以外にもウルフであったり小さい生物に関して巻き込んでいけば右の泥玉のマークの方も溜まっていきますので、この両方を貯める必要があるのでなかなか難しいことになります。このようにホッキョクグマであったり子供など巻き込んでいくことはできるんですが、これですね、注意しないといけないのは大きい生物を巻き込むことができません。そして時間が来ると非常解除されます。ここまでが1ターンということになります。この1ターンの非常解除に関しては3パターンあります。一つは先ほどの真ん中のタイマーが終了した場合。もう一つは壁など、このような段差はですね、越えれるんですが、完全に壁などにぶつかった場合、進行できなくなった場合は解除されます。もう一つが、このようにマンモスなど大きい生物にぶつかった場合も非常解除となります。この非常解除、注意しないといけないのが、このようにですね、敵対生物に囲まれた状態、せっかく貯めたとしても、やられてしまう可能性があります。割と数で来られてしまうので、やられる場合が多いです。145でもこのように囲まれてしまえば、やられてしまいます。泥玉ですね、体力削ってはいくんですが、倒すまでにはちょっと難しいと思うので、ご注意いただければと思います。非常解除のタイミングはかなりですね、注意して他の敵対生物に絡まれないようにしないといけません。もう一つ注意しないといけないのが、こちらの胸中ですね、デバフが入ります。このモヤモヤの範囲に入った場合。これに関しては、凍傷という形でダメージ食らいますので、やられてしまう可能性があります。なので、立ち回りに関してはかなり注意しないといけません。あとは、これをひたすら繰り返して、テイム進行度 100% まで持っていけば、テイム完了ということになります。ただし、非常解除何回かされないといけないですし、100% を目指すなら、大量に短時間で貯めていかないといけないという部分もあります。そして何よりも生物を巻き込んだ場合に時間が経って非常解除された際にどうしてもですね、その巻き込んだ生物に攻撃されてやられてしまう可能性もあります。その他周りにいる生物にも襲われたりしてしまいますので難しいものとなります。それをより簡単にするためのものが次ご紹介するテイムトラップとその後のテクニックということになります。では続きましてトラップについてご紹介していきます。まずはじめにこのトラップ完全にはめるものではありません。引っ掛けるタイプのトラップとなってます。もう一ついろいろバリエーションを取れるものになっておりますので、何個かご紹介していきますので、自分の使いやすいタイプをご活用いただければと思います。使用する建材はこちら、柱のみとなっております。おおむね10個もあればこと足ります。少し安定性を上げたい場合はもう少し増やしてもいいかもしれません。そこは自分の使いやすいように個数増やしたり、後ほどご紹介しますが、カスタムしていただければと思います。また、ちょっと理由はわからないんですが、石で作るより金属の柱の方がなぜか安定しました。これはですね、ちょっと意味がわかりません。もし石でうまく安定しないなってなるんであれば、金属で作っていただいた方が安定するかもしれません。あと、普通の柱と細い柱に関しても、なんとなく細い柱の方が安定するような気はするんですが、これも細い柱の方が設置はしにくいですが、安定はしやすいかと思います。お好みで使い分けていただければと思います。今回金属で作っていきますね。ではですね、まず一番低コストな柱5本で作るトラップのご紹介です。
まずは柱。普通の柱でもいいんですが、比較的細い柱の方が安定するような気がします。柱を一番上まで上げます。そして2本目、横に向けて2本。そして90度曲げて1本。この90度はオシドンがいる方向に向けていただければいいです。ちなみに左右どっちでも問題はないと思います。では実際やっていきますね。極力自分にヘイトを向けるようにしていただいて、打ちながらヘイトを引っ張っていただいて、通常は今人でやってますが、サイドとかでやっていただければいいです。柱の下を抜けるとこのようになぜかですね、おとなしくなりますので、あとはこのまま打ち込んでいただければと思います。これだけで結構安定するんですが、これですね、ちょっと誘導がしくった場合、再度はめるのがちょっと大変です。ただし、完全にはめる必要ないので、柱を引っ掛けてですね、こっちに攻撃来ないだけしていただければ、うまく立ち回ればやりやすいかと思います。これですね、昏睡させるだけであれば、机上生物に乗って打ってもいいんですが、この後の効率的にゲームするためのテクニックではですね、かなり重要になってきますので、その前段階というところになっております。続いてバージョン2ですね。柱を一番上まで上げます。そして2本目。ここまではだいたい一緒です。柱を横に向けていただいて2本。柱を起点に90度向けて2本。以上です。実際やっていきますね。オシドン出てきたら、打ちながら誘導していただいて、この柱の横を過ぎていきます。これでなぜか落ち着きます。あとはこのまま打ち込んでいただくということになります。綺麗にはまりますのでね。これ普通の柱でもいいんですが、比較的細い柱の方が安定するようで、これ重要なのが、後ほどですね、ご紹介するテクニックで、この安定した状態に持っていくのが重要になっていきますので、後ほどご確認いただければと思います。これで半分までいけば乗ると。これですね、挟まってるんですが、コロコロ自体は普通に抜けれますので、続けて行っていくことが可能です。続いて全方位型ですね。柱を一番上まで上げます。そして2本目、横向けていただいて、2個。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 4方向に柱を2本ずつ伸ばしていただきます。これで引っ掛けるというパターンですね。これ10本なんですが、かなり安定的に使えるかと思いますので、一番おすすめです。うまく引っ掛けれないとかですね。あれば、横に伸ばすのを3本にしていただければ、よりやりやすいかと思います。プラス4本の14本なんで、それでも簡単に作れるかと思います。実際やっていきますね。仕込んでいただいて、この柱のところですね。抜けていくのは一緒です。
単純に全方向あるので、あとはうまく距離感調整していただくと安定するポイントが出てくるので、それまで打ち込んでいただければ大丈夫です。もちろんこれでもですね、コロコロしていくことができますのでね。ではですね、少しおまけの意味合いも含めて、もう一つバリエーションをご紹介しておきます。柱を一番上まで上げます。2本目。横にして、2本。3本。そして奥に1本。そしてこっちにも3本。以上です。これ何かっていうと、もちろん引っ掛けやすいのもあるんですが、このサイズで作ると2体同時にできます。では実際やっていきましょう。ヘイト買ってですね。さっきと一緒ですね。柱の横を過ぎていく。ちょっとうまくヘイト管理しないといけないので、ちょっと氷で見えなかったわ。もちろん、長いので、1体でも捉えやすいということですね。これで、多分3体でもいけるんじゃないかな。この長さだったら。いろいろですね、状況に合わせてカスタマイズしていただければいいのかなと思います。片側3つで2人はまってますね。なぜか金属だととなしくなるんですよね。何なんでしょうね。以上です。では続いてですね、極力ゲームを簡単にするためのテクニックをご紹介していこうかと思います。準備するのが極力広い場所を準備しましょう。建築できるのはこのトラップが置けるだけでいいので、あとは広い場所を用意して、周りの生物などは処理しておきましょう。石とかの段差はあっても問題はないんですが、できればきれいにしておいた方がやりやすいかと思います。続いて、高品質のライフル。今回時短のためにぶっ壊れ出してますが、極力品質のいいライフルを用意しましょう。そしてできるだけ強力麻酔弾を用意しましょう。クールタイムで打ち込んだりとかもあると思うので、多めに用意しておきましょう。そしてもう一つ、このようにペットを用意しておきましょう。雪玉に巻き込む生物なんですが、自分のペットでも問題はありません。先ほど特殊テイム説明している部分でご紹介しましたが、普通の野生生物攻撃した場合、テラとか逃亡生物は別なんですが、一般の生物攻撃した場合とか、クマちゃんとか、やられてしまう可能性が高いです。なので、無抵抗のペットを用意しておくと安全にテイムすることが可能です。もちろん、ドードでいいんですが、ドードの場合、非常解除した時にかなりの数を用意しないといけなくなります。少し準備が必要になりますが、モスコプスなど体力多い個体用意しておくと生き残る可能性が上がってきますので、今回はちょっとコマンドで出して体力振ってもないので、そんなに高くはないんですが、体力振ったモスコプスとか羊とかでもいいですしね、扱いやすいのを用意してみるといいかと思います。これですね、準備する上で注意しないといけないのは、あまりこのように固まっている場合ですね、うまく巻き込めない可能性があるので、極力ちょっとばらしておいた方がいいです。そしてトラップから離れて準備しましょう。トラップの近くだとですね、どうしてもはめ込んでる間にこっちにヘイトが行ってしまう可能性があるので、あくまで自分にヘイトを向けていないといけないんでね、ご注意いただければと思います。実際は生身でやるとしんどいと思うので、パイロメインとかですね、乗ってうまく誘導しながら、機上打ちなり、肩乗せにしてやっていただくといいのかなと思います。実際ですね、捕まえる上でもテクニックがあるので、そちらのご紹介をしていきますね。まずは、このようにオシドン出てきたら誘導します。これで落ち着いたら、
打ち込んでいって、落ち着かなくてもいいんですけどね。打ち込んでいって、半分まで持っていきます。そして、起乗します。これで抜けれますんで、このままモスコプスを捉えに。注意しないとまとめていけないんで、大量に捉えることができません。1回で捉えれる量っていうのは決まってるので、ステータスによって変わってきます。なので、まとめて10匹用意したとしても、10匹まとめていけるわけではないので、ご注意いただければと思います。このようにですね、極力氷をメインに集めていただきながらになるんですが、これですね、普通にやっていると、遠くまで氷が飛んでいって、遠くまで行かないといけなくなります。なので、極力下を向いておきましょう。上から覗き込む感じで、氷を集めやすくなります。氷出すまでに挙動があるので、そうなると下向いていただければ割とやりやすいと思います。あと、氷出すタイミングで横向くとですね、広がってしまいますので、極力氷出るなって思った時は、まっすぐ進んでいただくのがいいかと思います。残り10秒とかになると、この角のところにぶつけていただければですね、こっちとしていただければ、うまくはめれますので、トラップのところで起乗解除することを忘れずに行いましょう。ヘイトを買うためにクールタイムあるんですが、打ち込んでいただいてた方が自分にヘイトが向くので、やりやすいと思います。ロードだとすぐやられてしまうんですが、モスコプスだと意外と生き残りますんで、極力ちょっと離れたところに指示を出して自分にヘイトを買うというところですね。離したところで自分にヘイト買えばトラップに安定してついてくれますので、あとは気絶値を貯めていくということになります。あと、ウィンタードレイクが来ると、ウィンタードレイク巻き込めないので、結構厄介なんで、もしいればですね、フルタイム中にうまくはめれれば先に処理した方がいいかもしれません。下向いて氷が出そうになったらまっすぐ進む。氷も集めやすくなります。ただどうしても2分の間に50本と生物20はですね、なかなか厳しいですね。生物を排出する時間っていうのは修正が入ったので、回転率としては速くなったんですが、時間増えないと結構厳しいと思います。なかなか2分以内にこの全部を集めるって厳しいと思うので、多分調整入ると思うんですよね。で、こうして、はめると。これではまりますんでね。うまくいけばこうなります。できればペットはちょっと離したところに、今回ちょっとコマンドに出したんで固まってましたが、今のようにですね、ばらして置いておくと割とやりやすいかと思います。どうせいっぺんに捉えれる匹数は決まっているので、他の野生にやられないようにだけ注意は必要になるんですが、ヘイト買いづらいかと思います。時間が少なくなった時だけトラップの近くに乗っていくっていうスタイルね。野生はいた場合ですね、野生に絡まれないように注意していただいて、あそこにですね、ドレイクリングがいるんですが、あそこ近寄るとですね、ドレイクリングにぶつかってですね、非常解除されてしまう可能性があるので、めっちゃ湧いてるな。あそこには近寄らないようにしましょう。このようにですね、巻き込みつつ、ちょっと散らかりすぎましたね。集中指示とか出しながらやっていただければ、ペットだったら寄ってきてくれますね。やられたりして、追加が必要な場合にまた出していただければいいのかなと思う次第でございます。あ、やべ。時間が。話してたら時間が間に合うかな。ちょっと間に合わなかった。モスコプと一緒にですね。なんならモスコプスに乗ってもいいんで。誘導してもらって。
もうちょっと先だな。こっちにヘイトが来ちまえば、打ち込んでですね。こっちにヘイトを持ってくると。このように捉えていくということになりますね。なかなかね、50本だけでも貯めるの結構大変で、ペットと氷を同時に進行しないといけないので、普通の野生生物を探しながら、氷巻きながらっていうのはですね、結構厳しいかと思います。もちろん、非常解除後にやられてしまう可能性っていうのも多々ありますので、このようにですね、ペットを使っていただいた方が安全にゲームすることが可能です。ただ、いろいろですね、氷であったり、ペットであったり、見ながらやっていますと、時間を忘れそうになるので、ここだけご注意いただければと思います。あとはですね、マウスで向きしながらですね、声受け指示しながらですね、やっていれば、ペットももうちょっと管理しやすいんでね、今回使ってないんですけど、声受け指示出しておけばですね、割とやりやすいかと思います。10秒、20秒ぐらいですね、残りなった時は注意して、トラップに向かっていただければと思います。トラップ抜けて、移動指示出して、自分は打って、ヘイトを自分に向ける。クールタイムでも、打ってればこっちにヘイトが来るので、この間に貯めていただければ、トラップにはまるし、周りのペット生物、結構近くにいるんですけど、打ってればこっちに向かってきてくれるので、このためにトラップが結構重要になってきて、ペットにも行く可能性があるので、もちろん、トラップを置けないところに関してはですね、パイロ騎乗しながら、パイロとダメージ受けながらですね、攻撃するとか、そういう手段も取ることはもちろんできます。もちろん、モスコに乗りながら撃つこともできるので、あとはこれをひたすらですね、頑張るということになりますね。チーム効果はですね、やっぱ難しいと思うんですけど、チーム自体の失敗は抑えれるかと思います。あと 100% はなかなか難しいですね。高レベルになると。この手段を取れば野生生物を相手にしないので、一応低レベルでもですね、助かる場合があります。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ロストコロニー新生物ポシドンの楽々テイム方法とトラップのご紹介でした。楽々といっても結構大変ではあるんですが、通常でテイムするよりはかなりテイムがしやすくなっているかと思います。もちろんトラップを置けない場合は生物でうまくヘイト調整してですね、ペットなどに行かないように立ち回っていただければいいとは思うんですが、道路だとかなりの数を必要としますので、体力が多い個体で極力体力ぶりしておけばやられる可能性かなり少ないかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。実際モスコプスもですね、たまにヘイト取られましたが、レベル150の個体相手にですね、1匹もやられずに行えておりますので、あとは今回あんまりしなかったですが、声受け指示をですね、うまく出して活用すれば、よりペット巻き込むこともやりやすくなるかと思いますし、どっちもうまく追うのが苦手っていう方に関しては、氷集めに集中したらいいかと思います。その方が変に失敗したりしなくなると思いますし、ペットを用意する必要もなくなってきますので、極力氷集めに集中してテイム進行度を上げてテイム完了するという手段を取った方が比較的テイムはやりやすいと思います。ただしペットを巻き込めないとなかなかですね、テイム効果を上げていくっていうのは難しくなってきますので、ぜひペットと氷うまくですね、巻き込みつつ、準備はしておいて、さっきのようにですね、巻き込めそうなら巻き込んで、基本は氷を中心に集めるという手段を取っていただければですね、変に失敗せずに、極力テイム効果を上げてテイムすることもできるかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。生態や能力などについては、後日徹底解説でお送りいたしますので、
ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。どうしても先に知りたいよっていう方は、先日検証ライブを行っておりますので、そちらもご確認いただければと思います。では本日は以上となります。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。